本日は鶏もものソース炒めをやってきます。鶏肉の部位を紹介します。もも肉は少し硬いですが、コクのある肉です。骨付きの下もも肉はドラムスティックとも呼ばれます。全部買って食べ比べてみるのもいいかも。では材料の方ね、説明していきます。鶏ももですね、今日一番使います。刻みネギ、こちらね、青ネギですね。こちらだいたい 10g ぐらいですね。ごま油ですね。あと、調味料です。とんかつソース 45ml。鶏ガラですね。顆粒を 5g。今日はね、蜂蜜を使います。こちら 15ml ですね。では作っていきます。ではね、材料の方ね、切っていきたいと思います。今日はね、鶏ももです。皮目を下にしてもらって、今日一口大に切りますね。これをね、3等分まずします。縦にね、3等分ですね。で、この状態になります。この状態になったら、今度ね、繊維がこう走ってますので、これぐらいですね、一口大にカットしていきます。はい、これぐらいですね。こんな感じにね、一口大にカットしていきます。ではね、次のね、工程に行きたいと思います。カットした鶏のももですね。こちらをですね、片栗粉ですね。今日はね、塩コショウとかしません。とんかつソースをね、使ってますので、意外とね、濃い味になります。なのでね、塩コショウはね、しません。はい。全体的にね、片栗粉をね、まぶっていきます。はい、こんな感じにね、できました。ではね、これをね、次は焼いていきます。ごま油ですね。これを引きます。鶏のもも肉なんで、ちょっとね、油が温まるまで、強火ですけど、あとはね、中火弱に落として火を通していきます。油の流れがね、変わってきました。そしたら、先ほど片栗をつけたね、鶏肉を皮目の方を下にして、やっていきます。皮目の方をですね、下に引いてやるとですね、こう、皮がね、キュンと縮んでもね、身からね、ずれにくいんですね。なので、皮目からね、入れていきます。はい、これでね、ちょっと、2、3分ね、焼いていきます。はい、今ね、ちょっとね、音が変わってきます。パチ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 ね、言ってきてます。そうなるとですね、皮目にね、こうやって焦げ目がね、ついた感じになります。こんな感じになります。で、一回この時点でひっくり返して、今度はね、ちょっとお水を入れて蒸し焼きっていう感じにします。はい、火加減はね、このままです。約ね、10ml ぐらいですかね。水を入れます。で、その後、蒸し煮に、していくような感じです。水がなくなるまで焼いていきます。はい。ではね、今約3分。この時点でちょっと水分がね、飛んでます。なのでね、ちょっと蓋を開けてひっくり返してみます。はい。こんな感じに、ちょっとね、焦げ目がついてますね。こういう感じになると OK です。で、もう一回ひっくり返してですね、皮目の方をね、もう一回焦げ目をつけます。で、約ね、2分ぐらいですね、置いときます。はい。ではね、今2分経ちました。では、蓋を取ります。
もうね、いい感じにね、焦げ目の方がね、ついてきました。ポイントなんですが、次です。一旦火を切ります。この具材をですね、鍋のね、隅っこに寄せます。まず、粉末ですね。鶏ガラです。で、次、蜂蜜ですね。入れます。続いてね、とんかつソースです。火をつけます。中火ぐらいですね。今のタレをですね、こう、溶かすですかね、和えます。この鍋のね、縁で、こう、火を通していくとですね、香りがね、すごく引き立ちますので、鶏ガラがね、ソースにね、よく馴染んできたら、次ね、ネギを入れます。はい、ソースのね、いい匂いがしてきました。粉末のね、鶏ガラがね、なくなってきました。ただもう、ここの時点で火を切ります。ネギを入れます。和えるだけです。これ火をね、つけすぎると、ソースがね、焦げちゃいます。なので、こんな感じにね、火を切ってから和えてください。で、ネギもね、最後に入れないとね、ネギの香りもね、なくなってしまいます。これね、ほんとね、ご飯のおかずにぴったりなんでね。はい、これで完成しました。ではね、盛り付けていきます。はい、ではね、こんな感じにもう野菜なんかね、適当にこうやって、盛り付けてください。で、この上にですね、ソースでね、和えた鶏肉をどんどん乗せます。よく混ぜてね、食べてもらったらね、すごい美味しく食べれます。こういう感じで。はい、ではね、これで完成です。本日は鶏もものソース炒めの作り方をご紹介いたしました。ポイントとしたらですね、水でね、蒸し煮っていうのをやってほしいなと思います。で、ソースで炒めるので、塩コショウ先行に、鶏のももをね、処理をしてほしいです。そうするとですね、優しい味になってね、すごく美味しく食べれますんでね、ぜひやってみてください。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。